こんにちは、ペンタロウです。今回は長距離安心ツアラーバイクについて、ペンタロウ所有バイクのツアラー性能レポートを中心にまとめていきます。ツアラーの最低条件はスクリーンがあることと前傾率 30% 前後程度までという2点としてピックアップすることにします。まずホンダゴールドウィングからいきましょうか。ツアラーといえば最強なのは明らかなんですけれども、ゴールドウィングのツアラー特性はほぼ全て満たしていると言っても過言ではないんですが、個別の要素を見ていくと、まず電動スクリーン、走行中にハンドルの左のスイッチで調整できるものなんですけれども、一番下の位置でもヘルメットの上の方にしか風が当たらないという優れもののスクリーンで、風切り音が増えることもなく、上まで上げるとほとんどの人は無風と感じるくらいの巨大なスクリーンになっています。これを体験するともう他のスクリーンではどれも物足りないというほどの凄まじいレベルなので、完璧以外の何者でもないスクリーン性能ですね。さらに10センチ高くなるオプションハイウィンドスクリーンというのも用意されていて、ここまでいくと恐ろしく脅威の性能ではないかと思います。他には風対策としてアッパーディフレクターとロアディフレクターというオプションも用意されています。完全に抜かりないですね。他には姿勢がとても楽で、ほぼ直立で着座位置の自由度もあるので、多少前後移動して走ることができます。シートの後ろにはリアシートの段差があって、少しそこが腰の支えにもなるのでちょっと楽だったりします。オプションのライダーバックレストという36,300円のものが販売されていまして、そうすると背もたれになるので、こちらもかなり有益なんじゃないかと思います。今気になっているオプションの一つですね。膝がとても楽なステップ位置なので、長時間でも膝が窮屈という感覚はないです。ステップのオプションにメインステップボードというものがありまして、足を乗せる部分が後ろに延長されるので、こちらもさらに楽になりそうです。広く弾力のあるシートで、ケツ板も無縁で、水平対向6気筒エンジンの超絶滑らか体感。こちらは4気筒エンジンと比べても別次元の高級感があるので、唯一無二の走行感覚が味わえます。全く変速ショックを感じない DCT も装備されているので、こちらもかなり快適です。120リットル級の積載性能もありまして、トランクだけで60リットルがあるので、これだけで普段は10分どころか12分ですね。サイドはほぼ使わなくても普通はなんとかなります。バイクには珍しい FM ラジオ搭載。こちらはラジオを聞きたい時にわざわざスマホのラジコを起動して接続する必要もないので気軽に使えますね。インカム接続だけではなくてスピーカーもついていまして、爆音鳴らして OK な場所であればスピーカーで音楽を鳴らして走るのもなかなかに楽しそうです。他にはカープレイや Android Auto のナビが普通に使えまして、画面がとても見やすいですね。センターのいい位置にあるのでかなり使いやすいナビになっています。無線でもつながるので配線を考える必要がないのも優れているところだと思います。トランク内にスマホの有線接続、充電ができるケーブルとスマホの置き台もあるので、電池の消費も考えると長時間は普段こちらの線につないで使う方が楽じゃないかなと思います。意外に燃料タンクが21リットルと巨大な車体の割には巨大なタンクではないというものなんですが、高速道路メインならそこそこ燃費が良くなるので400キロ以上の航続距離になるのではないかなと思います。とにかく全ての性能が別次元なので、ツアラを探しているなら真っ先にこれというそれくらいの唯一無二の存在感になっています。ちょっと惜しいポイントとしては、大排気量なので燃費が良くはないというところですね。ペンタロウの走り方で平均リッター17くらいになっています。高速走行だけであればリッター20を優に超えるので、ツアラー的観点では割といいというところですね。1800cc でこれだけ走るなら上等だと思います。よく引き合いに出す四輪のマツダロードスターより燃費はいいと思うので、他にはクルコンがアダプティブクルーズコントロールだったら良かったですね。高速道路連続走行も非常に楽になるんじゃないかなと思います。欲しいポイントはそれくらいで、ほぼ贅沢な望みというそんなレベルのものになってるかなと思います。次にホンダの CB1300 スーパーボルドール。こちらは極太低回転トルクがあるので、極低回転で走り続けられるというのがとてもツアラーとして扱いやすいポイントかなと思います。長距離クルージングも静かでとても快適なので、そういう面では疲れが少ないですね。ゴールドウィングほどではないけれど超絶滑らかというエンジンで十分にシルキー感があります。不快な振動とも無縁で、時が止まったかのような平穏はゴールドウィングにも近いですね。スクリーン性能はデフォルトのスクリーンでまず良好な性能になっています。オプションのスクリーンもありまして、こちらはさらに風をカットしてくれるのでより快適になるんですけれども、その分ヘルメットには少し当たりやすくなるので、ヘルメットの相性が悪いとちょっと不快感が増えるかもしれません。
ペンタローはシステムヘルメットでもいける程度の風切り音上昇だと思うので問題なく使えています。シート下とハーフカウルに物が入るので地味に便利だったりします。シート下の方は 500ml ペットボトルが何本かは入るので積載バッグなどをつけていなくてもなんとかなるかなっていうところはあります。その他小物もいろいろいけるのでペンタローはしばらくシート下のこのスペースだけでなんとか頑張ってました。燃料タンクがゴールドウィングと同じ21リットルになってまして、高速メインならやはりこちらも400キロ以上の航続距離になるかなというところですね。ちょっと惜しいポイントは燃費がやはり悪めっていうところでしょうか。都心の市街地だけを走っているとリッター14キロぐらいなところなのですごい勢いで燃料が減るんですけれども、高速メインであればリッター20超えるので遠出という面では全く OK かなと思います。シートとステップの位置がやたら短いというところもツアラーとしてはちょっとネガティブで、身長によっては膝が窮屈に感じるか、逆に窮屈に感じない人は地面が遠いと感じるか、いずれにしても足が快適ということにはならなそうな、そんな寸法のバランスになっています。あとは国内用モデルなので社外品積載部品などが少なめですね。純正オプションもだいぶ廃盤になっていまして、積載の選択肢が今狭くなっているというのがちょっと残念ポイントになっています。次にホンダのアフリカツインアドベンチャースポーツ ES。こちらは DCT が優秀ですね。ゴールドウィングほどではないもののそれほどショックを感じないので長時間も走りやすいです。姿勢が直立でとても楽なのでそういった面でも疲れが少ないですね。スクリーンがとても大きめで段階調節できるのでうまく自分の風切り音が増えず風をカットするところにセットするとそこそこ快適に走れるのではないかと思います。鬼のようにパワフルで高速の合流など凄まじい勢いで流れに乗れるのでそのあたりで気を使わなくていいというのもとても楽ですね。上り坂もハイギア固定でも楽々いけるのでいつ何時もどうにでもなります。ツインエンジンなので6気筒や4気筒ほどの滑らかさはないものの 1100cc で回転数が低いので特に不快ではないと思います。こちらもゴールドウィングと同じようにカープレイと Android オートが使えるんですけれどもディスプレイが見やすい位置にあってとても便利です。ちょっと惜しいポイントは姿勢が直立でシートが特別優しくもないので人によってケツ板になるかもしれません。この辺はゲルザブなどで武装するしかないですかね。スクリーンが段階調整できるものの人によってはうまいポイントが合わなくて風切り音が不快というケースもあるかもしれないです。車体がだいぶ大きいので積載部品で拡大しているとすごい車体サイズになってしまい置き場に困るっていう、そんなこともありそうですね。あとはカープレイが使えるといったものの有線接続なのでスマホをハンドル近辺にマウントせざるを得ないか、もしくはうまくウェアのポケットに入れて繋いだりできるか、あとは社外品で無線接続できるものがあるようなんでその辺で拡張していくかという、そのあたりになってきます。今年から DCT モデルだけになりましてガチオフモデルは廃盤になってしまいました。次にスズキ GSX-8R。こちらはそれほど前傾ではないので長時間走行も余裕なゼパハンフルカウルになっています。ほどほどには前傾なのでケツ板になりにくいというメリットはありますね。ただしこの辺は身長によるので身長が低めの人の方が前傾に感じやすく身長が高めの人の方が直立に感じると思います。スクリーンはスポーツ系ではあるもののそこそこいけますね。ツアラー用途ならオプションのスクリーンにするとより風のカットができていいかもしれません。やはりこのフルカウルの整流効果というのはすごい高いのでスマートに走れます。エンジンはツインなのでシルキー感はないものの高速走行時のエンジン回転数が高くはないので不快感は特に個人的には感じません。ツインの瞬発力があるので高速の合流や追い越しが俊敏でとても走りやすいと思います。燃費はまずまず安定していいですね。市街地を含めてもリッター25キロくらい走っているイメージなのでお財布に厳しくないかなというふうなところです。ただし燃料廃屋なのでレギュラーに比べると 3% か 5% 程度ちょっと燃料代が上がるかなというところですね。こちらの 8R はヨーロッパメーカーの便利積載部品が多くペンタローは SW モテックのキャリア3点セットを使っていますがこちらはですね見た目の残念感も少なく個人的見た目許容範囲に収まっているかなとそんなまとまりになっていていつも愛用しています。 8R の惜しいポイントはステップがラバーでないというところですね。ツアラーとして長時間長距離使うにはラバーの方が足が楽なのでぜひそういうオプションが欲しかったなというところです。あとはハンドル振動を多少感じるというところですかね。強く握っていると痺れる人もいる
るかもしれません。クラッチもアシストスリッパークラッチ的なものはあるんですけれども、クラッチ自体がそのクラッチが他社よりちょっと重いので、渋滞その他で手が疲れるかなという場面もあったりします。燃料タンクは14リットルなので、ツアラー的にはちょっと航続距離が短いかなという感はありますね。航続距離を優先するなら、スクリーン性能は落ちるもののタンク16リットルになっている 8TT もあります。カウルとサスペンションの性能が変わるものの、他の性能は同じなので 8TT でも遠出いけるはずです。次はヤマハのテネレ700。こちらはアフリカツインと近いビッグオフローダー系になっています。ホイールベースが長いので、そしてトレールも長く、ヤマハの700ファミリー内では直進安定性が一番高くなっています。おかげで気楽に高速も走れるので、長距離にもおすすめです。ハンドル振動にやられることもあまりなさそうかなと思います。MT-07 ファミリー全般、どれもハンドル振動で痺れたことがないので、その辺は皆さん快適なんじゃないかなと思います。姿勢は直立で、楽なんですけれども、シートがフラットなので、後ろの方に座ったり、姿勢を変えながら長時間走ったりもまずまずできるので、長距離もどうにかできるかなと、そんなところかなと思います。本気のオフロード仕様なんで、旅先で変な道にうっかり突っ込んでも、なんとかなるという安心感も一応あります。初期型から車体の変更がなく、積載部品が充実しているのもいいところですね。ヨーロッパが主戦場なので、ジビー、SW モテック、テプコ&ベッカー、その他もろもろワンタッチ系の使いやすい積載グッズが豊富です。フックもあるので、汎用品をくくりつけるというのもやりやすいですね。あとはメーターの簡易ナビが使えて、こちらは Google マップにつなぐだけなので、課金が不要です。ヤマハのアプリを落として設定するだけなので、皆さん使いやすいんじゃないかなと思います。ヤマハのメーターは全部このパターンをデフォルトにしてほしいですね。そして地図表示したい人はオプションという風にしてくれると利便性が高くてありがたいと思うのではないかなと、そんな風に思っています。テネレの惜しいポイントは直立なので人によってはケツ板になりそうですね。同じようなポジションだと XSR700 の方がシートがとっても柔らかいのでケツが楽だと思います。XSR700 の方は朝から晩まで走ってもケツ板になったことはないですね。テネレのスクリーンは大きさが人によっては風切り音が増えたりヘルメットへの風圧が気になる人もいるかもしれないんですが、ペンタローはシステムヘルメットでもいける程度なので OK かなと思ってます。MT-07 系は 688cc の割にエンジン回転数が低いんですけれども、リア比の関係でテネレはファミリー内では高めの100キロ走行時理論値4500回転くらいです。YZF-R7 は4100くらいになっていてちょっと高めですね。とはいえ不快でもなく疲れることもないので問題ないかなと思います。次はホンダ CB400 スーパーボルドール。こちらのハーフカウルは CB1300 のボルドールと同じ感じになってまして、程よい快適感になっています。シルキー感のあるエンジンで長時間も心地いいですね。ハーフカウルの小物入れもちょっと使えるんですけれども、メンタルはそんなに使ってないんですが、片側鍵がかかるのでちょっとしたセキュリティにはなっています。おおむねツアラーとしては1300の方が優秀なんですけれども、こちらの400は高速の追い越しとかですね、ギアを落として高回転回して単調な走行にスパイスを与えられるという、そういう隠れたメリットもあったりします。設計が古い割にはですね、グリップヒーターと ETC が標準になっていまして、センターディスプレイにグリップヒーターレベルが表示されるなど、まずまず全体的な利便性が高くなっています。惜しいポイントは身長によって膝が死ぬというところですね。ペダル位置を一番下まで下げても足首も窮屈になるので、なかなかにこの辺は厳しいポイントです。身長が合う人は気にならないかなと思います。また 400cc なので時速100キロ走行時にエンジン回転数の理論値が6000回転ちょっとと高めなので、大排気量ほど気楽という感じはないです。あとはハンドルに微振動があるので、人によっては特定回転域でハンドル振動を感じるかもしれないですね。ただ痺れを強く感じるというほどではないかと思うので、大きなデメリットではないんじゃないかなと思います。次にスズキ GSX250R。こちらは 250cc の一応フルカウルスポーツというジャンルなんですけれども、そんなに前傾ではないので 8R 同様余裕で長時間走れるかなという風な、そんなポジションです。 250cc の割に低回転トルクがあって挙動がマイルドなので、長時間走っても疲れにくいというのが良いところですね。とても心が楽という感じが素晴らしいと思います。スクリーンは小ぶりなんですけれども、一応役に立つ性能にはなってまして、小ぶりな分風切り音が増えることもほぼないので、これはこれで悪くないんじゃないかなというところですね。ファミリーの V スト250という選択もあるものの、スクリーンが大きければ良いというものでもないので、
人によっては GSX250R の方が長距離走行好みという人もいるかもしれません。あとは燃費がとてもいいですね。そしてタンク容量も15リットルあるので、航続距離が500キロくらい行くかなというところです。ペンタローみたいな人にはいつ給油したんだろうぐらいな感じになるので、ガソリンの劣化を防ぐには意識的に長距離走っていかないとという、そんな感じになります。惜しいポイントは時速100キロのエンジン回転が7000回転くらいと高いので、ちょっとゆっくりめで走るかなというところですね。時速90キロくらいとか、それくらいのクルージングが楽なんじゃないかなと思います。そして CB1000F にヘッドライトカウルをつけた仕様というものを紹介しようと思うんですが、スクリーンがオプションなので条件からは外れるんですけれども、 SE の方には標準なのでいいかなということで、こちらはほぼ直立なんですけれども、シートが厚めで手ついたまっしぐら系ではないですね。ハイシートならさらに快適になるので、一定の身長以上の人はまずハイシート一択で行くといいんじゃないかなと思います。ステップはラバーになっているので、足の負荷も全体的に少ないです。シートとステップの距離がデフォルトで493ミリ前後くらいかなというところなんですが、 CB1300 の方は456ミリくらいで、およそ4センチ近く違うんですね。なので膝の窮屈感は少なめだと思います。ハイシートにすると520、30になるので、最高水準の膝楽度合いになります。時速100キロ回転数の理論値が3900くらいで、クラス内 1000cc クラスですね。それくらいでは高めになってるんですけれども、おそらく振動にやられることもないので、いいかなというところじゃないかと思います。そしてこのヘッドライトカウルはきちんと防風性能があるので、高速走行にも十分に役に立ちます。100キロ連続走行はまず問題ないかなという体感ですね。純正の積載オプションも豊富で、純正ワンキートップケースがあり、そして SW モテックのサイドキャリアですね。こちらも純正で用意されているので、組み合わせると結構荷物が積めます。CB1000F の惜しいポイントは燃費が悪いというところですね。ペンタローの走行平均値はリッター15キロぐらいなんですけれども、もともとレーシングエンジンなので極悪クラスなのは仕方がないかなというところかなと思うんですが、高速だけ走ってる分にはもうちょっといいです。あとはツアラー目的という観点ではちょっと音がうるさいかもしれません。普段の走行では迫力があって心をくすぐられる音なのでとても良いんですけれども、単調にずっと走ってるとちょっと音量大きいかなっていう風に感じる人は感じるかもしれないですね。所有バイクのツアラー性の体感レベルを比較すると、ホンダゴールドウィングが圧倒的大差でツアラー王者という、そんな結論になります。それに対してその他大勢という具合ですね。そんなわけなので、ツアラーを極めたモデルが欲しい人はゴールドウィングを選ぶのが間違いないとペンタローは自信を持ってお勧めします。普通そこまでを求めないと思うので、そういう観点でいくとフルカウル系もアドベンチャー系もどれも工夫次第でいけるので、自分なりにカスタマイズしていくとちょうどいい快適感が作っていけるんじゃないかなと思います。今後またその他現行のツアラー適正モデルをまとめてみたいと思っているので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをいただけるとありがたいです。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。